こんにちは、おもちママです。こんにちは、おもちパパです。こんにちは、おもちです。なんで今日動画を回してるかなんですけども、だいぶ前になっちゃうんですけど、質問募集動画を出させていただいて、1000件以上ね質問いただいてるよね。すみません、回答動画がとても遅れているんですけれども、計画はしておりまして、でその質問回答動画をそれはそれで出すんですが、質問の中でとても多かったのが、おもちくんの症状に関してみたいな質問がとても多かったんですね。それを質問の回答動画でひとまとめにしてしまうととても長くなるし、ちょっと分かりづらいかなということで、おもちくんが持っているこの症状だったりだとか、皆さんが気になっている部分に関しては別動画として切り出して、ちょっとシリーズ化してお届けできればいいかなと思ってはい。撮ってみました。おお、すごい立ってる。よいしょ。第1弾ということで、気管切開についてお話ししたいなと思って。おお、はい、ついに気管切開についてだね。ついに背景もYouTube らしくありものでね、ぽくなってる。なんかちょっとね、やっぱね、見栄えが違うよ。違う。もうおもちくんが持ってるおもちゃと家にあるクッションでね、なんとか飾り付けしてみました。かわいいね。もしかしてここが、しかもあれじゃない、今日のこの動画、もしかしたらリアルタイムに近い動画になるかもしれない。多分1歳2ヶ月とかの動画を今、アップしているところなので、1歳4ヶ月のおもちくん、一番タイムリーなリアルタイムに近い形でね、それだけちょっと急遽撮ってるっていうちょっといろいろあって流れとして今日の動画は、まず1つ目、気管切開をしている理由について、で2つ目がそもそも気管切開って何っていう、ちょっと理由を話した後にそもそも何っていうところなんですけど、で3つ目がその気管切開をしていることによる必要な医療ケアで、4つ目によくいただく質問だったり、皆さんがズバリ気になっていることに関して答えますと。で、最後にまとめというか、気管切開をどう感じてるかみたいなところだったり、その辺を簡単にお話しできればと思ってます。全く医療従事者というわけでは全くないので、気管切開といってもおもちくんの場合はしか私たちも知らなくて、それかね、自分たちで勉強したレベルの知識しかないので、その辺、踏まえた上で、おもちくんの場合はということで、ご参考までに聞いていただければと思います。おもちママ先生、お願いします。おもちママ先生よっこいせ特別講師、おもちさん。随分お座りもだんだんしっかりしてきました。はい、そもそもおもちくんはなんで気管切開してるのか。気管切開って、この後も簡単に説明はするんですが、喉にこの穴が開いてるんですね。で、なんでそれをしてるのかっていうと、おもちくん小顎症という症状を持っております。おもちくんはきっと小顎症という症状を持って生まれてくるであろうということが妊娠中から分かっていたんですけども、それによって何が起きるかっていうと、下顎がすごく小さいので、ベロが収まるスペースがなくなって、ベロが沈み込んで、口と鼻で呼吸をする気道の入り口が狭まり、自分で呼吸ができないっていう状態に陥る可能性がありますと。結果的に生まれてみて、やっぱり自分で呼吸が難しくて、産声もちょっと上げられないっていう状態だったので、それを見越して用意していた、もうすぐ隣の手術室にすぐおもちくん運ばれていって、もう生まれたその日に気管切開をしましたと。ちょっとよだれ、およだかわいいおよだ吹くね、およだかこの流れで2番、そもそも気管切開ってじゃあ何っていうところなんですけど、おもちくん下に降りようか。立つんじゃないんだよ。おねんね、ゴロンしよう、これ。そうそうそう。ねらかわいい。そもそも気管切開って何っていうとこなんですけど、この時よいしょ、じゃじゃん。そう、ここに穴が開いてますよ。穴が開いてるとか、ここにしてるこれが気管切開。言葉の通り気管を切開しているっていうことになるんですけども、呼吸の通り道を作ってあげることっていうのが気管切開、定義
になります。こういう風になってて、この開けた穴に管が入ってます。これを実物をねお見せすると、これがカニューレというもので、ここは硬いんですけど、こことあとここすごく柔らかいなんかシリコンみたいな感じになってます。でこれはこういう向きでこうやって全く同じものが入ってるんですね。そうそうそう。まあ実際喉に入る部分はこうやってぐにゃぐにゃで柔らかい部分ですよっていう。でそのカニューレを止めるためのバンド、カニューレバンドというものを首にぐるっと一周してこの管を固定させていると。バンドがないとすぐ抜けちゃうんだよね。そう、普通にもうちょっと刺してるだけなので、バンドで必ず固定する必要があると。カニューレの先端についてるこれ何かっていうと、人工花、病院によっては人工鼻って言ってるところもあるよね。これが実物なんですけど、で横がフィルターになってて、人工花、お花っていうくらいなんで、私たちのお花と同様の機能を一応持っていて、ホコリだったりだとか異物が入るのを防ぐっていうのが一つ、ある程度保温してくれる機能があったりとか、あとは湿度を保ってくれたりだとかっていう機能が備わっている人工花というものです。でおもちくんはこれをここにカポッとつけて呼吸を自分でしているというような状況になります。この長い管が人工呼吸器で、これが人工呼吸器の本体で、ここからつながって空気を温めたり加湿をする加温加湿器を通ってこう空気が送り出されてきて、こういう感じになってるんですけど、この人工花もしくは人工呼吸器をここにこうやってつけてあげる。今ちょっとオンにしてないので実際にはつけないんですけど、この人工花か人工呼吸器ごめんね邪魔して、はいどうぞ。人工花か人工呼吸器をつけてあげて呼吸の管理をしてあげるというようなことが、気管切開の仕組みになってます。ここでちょっと嬉しいお知らせを挟んでおきますか。はい先日出させていただいたもちくん1歳0ヶ月時点での、ナイトルーティンという動画出させていただいたんですけど、その時点では日中はこの人工花で過ごして、夜間は人工呼吸器を使って呼吸をサポートしてますというお話をしてたんですけど、その後1歳1ヶ月になっておもちくん夜間も人工呼吸器が離脱できました。イエーイおめでとう人工呼吸器を離脱したのは僕です。はい。立派だね。撮ったね。自分で撮った。そうなんです。そうこれが本当に嬉しくて、呼吸器をつけていると何が大変って、もう見ての通りおもちくんとってもよく動くんですよね。この回路の長さってある程度長さが決まってて、これをつけてる間こうねどっか行っちゃったりだとか、あとはその場でぐるぐる回転するのがすごく好きだから、とっても危ないんですよね。これ人工呼吸器つけたまま動かれてしまうと。実際にちょっと病院に入院してた頃なんかはこの呼吸器とか言っちゃった。もういい？もういいの？呼吸器をこうつけた状態でおもちくんがこうねグッて多分動いちゃったのか、さっきのカニューレ喉に入ってる管ごとこの呼吸器が外れちゃうっていうことがあって、このカニューレがないとこの気管切開の穴が保持されなくてぺちゃんこになっちゃうので、もうこれが抜けちゃって呼吸困難に陥ってしまうっていうことが何回かあったので、人工呼吸器を離脱できて夜も自由に寝かせてあげられるっていうのはとてもね喜ばしいし、安心して見守れる。おもちくんもこうずっと仰向けの状態でしか基本寝れなくて、横を向こうとしてもこれがちょっと重たくて邪魔で結局諦めてみたいなことを1時間に何回もしてたんですけど、これが今取れたことによってもう好きな体勢で寝てるっていうなんか子供らしい姿が見られるようになって、私たちはとても嬉しいなという気持ち。とはいえまだ離脱したばかりで、例えば風邪をひいちゃってすごく痰が多いとか、そういった時とか、あとなんかちょっと苦しそうだなとかっていう時は無理せず人工呼吸器をつけてあげているというような状況になります。
続いてその気管切開によって必要な医療ケアについて簡単にバババッとお話をしていきます。まず一つがこのカニューレ交換ですね。おもちくんの場合は2週間に1回交換をしてます。これがね、痰が例えばちょっと古い痰がこびりついちゃったりだとか、ちょっと劣化は必ずしていくものなので、必ずお医者さんの立ち会いのもとで交換をしているというような形です。この巻きついてるカニューレバンドについては、そうこれは毎日交換してます。お風呂の後に。さっき交換したばっかだよね、だからでさっぱりしたところです。そう3つ目にして、これがね一番頻度が高いケアになってくるんですけれども、他の動画なんかでもちょいちょい映してるんですけども、吸引、一番大事と言っても過言ではない日常的なケアになってきます。ちょっとゴロゴロしてきたかな。本当。ここまでじゃないけど、ちょっと吸引挟みましょうか。吸引するよー。これは1日何回ぐらいやってる？50から100ぐらいかな。でもすごくムラがあってめちゃくちゃ多い時は5分も持たないみたいな感じのこともあるけど、全然 1,2 時間そういえば吸引してないねみたいな時も稀にあったりもするから。よいしょ。で吸引って言ってるんですけど、何を吸引してんのって思いません？ね、そうだね。そう、痰っていうのはわかるけど、でもよく考えると痰ってそんなに出るみたいな感じだと思うんですけど、ここで気管で吸引をしているのはざっくり言うと2種類あって、気管の中で作られる痰ですね。私たちは無意識にゴホンゴホンって咳をして、こう喉まで上がってきた痰を外に出すなり、無意識に飲み込むなりっていう形をして自分で処理ができるんですけど、おもちくんの場合気管切開をしていると、ここに穴が開いてるものなので口まで上がってこないんですね。痰が、咳は出るんですけど、痰がこの気管のあたりでゴロゴロと溜まってってしまう。でそれを、吸引で回収してあげるのがまず一つ。二つ目は気管に垂れ込んだよだれ。おもちくん嚥下障害を持っていて、口からごっくんする動きがちょっと苦手なところがあるので、よだれが飲み込めずに口の中とかにどんどん溜まってって、でそれが気管の中に垂れ込んでいってしまうので、例えばなんかね、肺の中にこうどんどん溜まってっちゃったりなんかすると肺炎になってしまったりっていうリスクが高まるので、それをキャッチして吸引をしてあげると。だから日常的に主にはそのよだれの垂れ込みがとても多いっていうことなんですよね。吸引の回数が多い、日常的に多いっていうのは、あとは風邪をひいたりねするともう爆増するよね。そうだね。これは単純に気管で作られる痰が増えるから、ずーっと吸ってるみたいな。もうね、吸った直後からまたね、もう痰が生まれてっていうねねすごく上手だもんね。上の歯がちゃんと出てたよ。私ね、初めて吸引してる姿見たりとかした時に、大丈夫、どうなってんのそれみたいな、ねえ、どうなってんの、ちょっと変な感じしないみたいな、なんかムズムズするみたいな、それね、その細いのを入れて大丈夫みたいなことをちょっと思った感想があったんですけど、これどうなってるかっていうと、カニューレのこのサイズによって吸引制限といって、中にこのカテーテルを何センチまで入れていいですよっていう基準が決まってるんですね。このカニューレの場合は 5.5 センチ、メモリで 5.5 っていうところを握って、これでこう入れてあげると。で奥まで入れるとどうなるかっていうと、ちょっとだけ出る肉の壁には直接触れることはほぼなく、痰を回収できるというような仕組みになってます。痰の壁をこすっちゃうと出血があったりだとか、すごいむせちゃったりだとかっていうことにつながるので、一応こういった吸引制限というのがあって、一応この中で完結するような形になってると。最後に吸入っていうのもやってるんですけど、吸入に関してはこの気管の中が乾燥して痰がカピカピにならないようにだったり、ちょっと痰がね排出しやすいようにこう気管をちょっと広げてあげるっていうような作用を1日に1回してる。これは必要に応じてというような形ですね。はい。じゃあ続いて4つ目のアジェンダなんですけど、アジェンダなんていうの、じゃあ4つ目の項目でしょ。項目、アジェンダでいこうよ。アジェンダでよくある質問っていう形で、皆さんがズバリ気になってるであろうっていうようなことを、ほんのいくつかなんですけどかいつまんでちょっと回答をさせていただきます。1つ目、一生気管切開続くのっ
っていう質問。冒頭にお話しした通り、おもちくんは小顎症が原因で口鼻から呼吸ができず、気管切開をしているので、この小顎症に関しては一応手術の見込みが立ってはおります。でその手術っていうのはちょっと骨が足りないところに自分の骨を移植したりだとか、延長手術をしたりだとか、いろんな方法を考えられるんですけれども、ちょっと自分の骨を移植するにしても少なくとも5歳ぐらいまで待ってみないとちょっと検討ができないということで、今は、まだできないというような形になります。なので、5歳ぐらいまでまずは骨が育ってくれるのを待って、それまで気管切開部分を守って、骨が十分に育ったねとなったら手術の算段を立てて実際に手術を行い、口鼻からの呼吸ができそうかっていうところを先生に評価をしていただいて、ちょっとずつ練習を段階を経て、気管切開がじゃあいよいよ卒業できるじゃないかっていうところにようやくたどり着くというような見込みになっていますのでね、ちょっと長い付き合いにはなるんですけれども、小顎症については手術の一応見込みが立ってるので、まずそこまで元気にやっていこうとまずは目指しているというような形になります。2番目の質問、気管切開すると声が出ないの？確かに気管切開をしているおもちくん、現状声が出ない、正確に言うと出にくい状況に確かになっています。その原因っていうのはこの気管切開の構造によるものなんですけど、喉の穴を開けてる部分っていうのが声帯よりも下の方なんですね。ここに穴が開いて肺からの空気を換気してるってことになるので、その上にある声帯を空気が通ることがなくて、声帯を震わせて声を出すっていうことが基本的にはないということになります。実際声漏れというものはあって、最初にお見せしたカニューレ、喉に入ってる管なんですけど、成長に合わせて管のサイズもサイズアップをしていくわけなんですが、おもちくんもね、ついこの前カニューレのサイズアップをしたんですけど、サイズアップする前は体に対して細めの管を使ってたので、その管の横を空気が通ってって漏れた空気が口から出て声帯を通ってね、そういう時はよくあーっつってね、いわゆる喃語だろうなと思われる声がよく出てました。残念ながら数ヶ月前にカニューレのサイズをぴったりのものに変えたら、またちょっと一旦声は聞こえなくはなったんですけれども、じゃあ一生声出せないのかっていうと、そういうわけでもまたなくて、この人工鼻をつけてるところにスピーチバルブって言われるものを人工鼻の代わりにつけて、吸う空気は肺に入る、で肺から吐く空気はスピーチバルブについてる弁がこうやってペコって閉まって、吐く空気は喉を通って口から出るっていうような、そういうね弁を持ったそのスピーチバルブっていうものがあるみたいなんですよ。ちょっと試してみたいねっていう話にはようやくなってきてて、呼吸がちょっとコツがいるみたいなので、おもちくんがちょっとできるかどうか無理なくゆっくり試していこうかなと思ってます。はい。声が出ないってことは泣いてる時どうやって気づくのっていうところなんですけど、気づくよね、まず一つは呼吸音です。ゼーハーゼーハーみたいな呼吸音が割と大きく聞こえるので、泣いてる時は明らかにその音が違ってくるので、まずそれで気づきますし、あとはおもちくんが足元につけてるモニターだったりとかの数値を見て気づくだったり、泣いてる時は気づきます、結構呼吸のテンポも変わるよね。そうグッと吸ってガーッと吐くみたいなね、ヒックヒックしてる感じもあるしね、なので気づきます4つ目は、気管切開してることで大変なことってどんなことがありますかってよく聞かれるんですけれども、一番大きいのはお風呂です。ここに穴が開いてるもんなので、私たちみたいに普通にジャーってシャワーかけたりだとかね、バシャーとか、もうここにもう直で水が入っちゃう。ここに水が入って肺に水が入ったらもうそれはもう溺れてるっていうことなので、ここには水がかからないように細心な注意を払ってお風呂に入る必要があります。基本的にお風呂も2名体制で入れていて、今平日なんかは訪問看護さんがお家に来てくださるので、訪問看護さんに、お風呂を入れるのを手伝っていただいてますと。で次がとにかく吸引が頻回、ちょっとおもちくんの遊びもいちいち中断しなきゃいけなかったりだとか、ちょっと別の作業をね私とかもしてたりしても、また吸引だみたいな
まあ大変なところ、まあ慣れたけどね。そうだねあとは、まあ、荷物が多い、お出かけする時の荷物が多いっていうところですかね。気管切開してるがゆえにおもちくんが持ち出す必要があるものは、まずこの人工呼吸器、この上にある吸引器、吸引するためのこういうカテーテルだったりだとか、あとお水だったりとか、何かあった時のための緊急時の物品ですね。今ちょっと袋に雑に入れてますけど、この中に緊急時の物品が入ってたりだとかっていうのがプラスで普通のお出かけの荷物に加えてプラスで必要になってくる荷物おもちくんがここにいるからね、もう全く身動きができないんだよね。かわいい。抱っこ紐で抱っこしておもちくんだけ連れてちょっとコンビニとかなんかそういうことができない、ちょっと大変っちゃ大変なポイントかなというふうに思ってます。大変なことというか、公共交通機関に乗りづらい、乗りづらいというか、正確に言うと乗っていいのかがよくわからない乗ることはできるんです。荷物が多いとはいえバギーとかベビーカーで移動はできてるので、人様のなんていうかご迷惑にというか、おもちくんを誰かに見られたくないとかそういうことでは全くないんです。それこそ吸引ジューっていう音がしたりだとか、結構痰が溜まってるともうゴロゴロゴロボコボコボコみたいな音が結構したりだとか、音が結構あるんですよね。もう私たちはね慣れちゃって、そういう吸引の音だったりだとか、むしろ吸引でジューって結構取れるとすっきりしたって感じなんですけど、初めて聞く人とかからしてみるとどういう感覚なのかなって私思ったら、多分すぐ隣で鼻を噛まれるみたいな。鼻を噛むのって全然気にならないっていう人もいれば、ちょっと私は生理的に無理みたいな人もいるじゃないですか。そうっていう話かなと思ってて、もちろんねすごく時間に余裕を持って行って電車に乗って吸引したくなったらもうすぐ降りるみたいな、ある程度の対策もできるはできるんですけど、痰が溜まりすぎちゃうと肺炎のリスクが高まったりだとか、呼吸に直結してくる問題でもあるので、場合によっては急に痰がすっごい上がってきて一刻を争うみたいな状況もあり得るわけなんですよね。車で移動しちゃえばいいっていう話ではあるんですけど、それだとやっぱりね移動範囲も限られてくるっていうのも正直あったりはするので、気軽とまではいかなくとも公共交通機関使っていいものなのか、ちょっと大変ポイントっていうよりはちょっとなんか気になるポイントみたいな、病院なんかではねそういう気管切開してたりっていう子も割と多いっていうのもあって、病院では結構普通に吸引させてもらったりとかするんですけど、もしねGバタとかで吸引してる子なんかがいたりとか遭遇した場合には間に合ってよかったねってそっと思っといてくれると、私たちとしては気持ちがとても安らぐじゃなくて安心するかなっていうか、私たちももちろん最低限のエチケットは守りながらうまく皆さんと共存していくための方法を探りたいなっていうようなことを思ってちょっと頭を悩ませてたりっていうところでもあるので、これは答えはなくて単純に私が最近漠然と考えてますっていうお話でした。待ってめっちゃ可愛いんだけど、収まってるね。どこ見てるの？ここですか？落ち着きポイントはようやくもう終盤なんですけどね。挟がれといてじゃあ、気管切開してみてあれが大変これが大変っていうようなお話なんかもしたんですけど、おもちくんの場合は気管切開をしていてそこから呼吸ができているがゆえにこうやって元気な姿が見られるわけで、私たち夫婦としてはね感謝してるよね。それがなかったらこういう姿も見られないわけなので、そうだね、こういうね元気で可愛いらしい姿が見られなかった人生があったかもしれないっていう風に思うと悲しいよねちょっとすごく寂しい。おもちくんを救ってくれたものだよね、気管切開はね。なので私たちはとても感謝をしていて、おもちくんも医療に助けていただいた命を幸せだなと思ってもらえるように幸せを伝えていけたらなというふうに思って生活をしています。簡単にですが気管切開についてお話しさせていただきました。次の動画は何になるのかな、例えばお目目についてとか、頭でどうなってるのみたいなところとか、今後お話できてしていけたらなと思うので、よかったらまた見てください。見ていただいてありがとうございました。およだがすごいのでそろそろおいとましますこれ自分で折ってる自分で折ってるんだ見てい
ただきありがとうございました。ペコリバイバーイ。谢谢，举一笑。